今回は寄り道して箱根越えウォーキングに参加した状況の動画を作成しました。残念ながらエイドステーション1の関門時間13時に間に合わずリタイアとなってしまいました。出発の時に関門時間13時を超えるとそこでリタイアになりますと聞いていたんですけれども、まあ余裕だろうとスタート時点では思っていたんですが、実際歩いてみると暑さと坂道に阻まれてしまいました。では本編をどうぞ。早速スタート地点に着きました。受付を済ませていきます。すごい暑くて汗を滴らせながら準備をしています。ここでちょっとあれですね、日よけ対策として長袖を着たまんま歩いたっていうのはちょっと失敗点かなと振り返ると思います。またちょっと長ズボンも履いてたのがちょっときつかったかなっていうのもちょっとあれですね、思ったところです。準備をしていると視聴者さんに会うことができました。いよいよ出発です。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、はい、頑張ってください。出発しました。この時はすごい元気だったんですよね。しばらく歩くと小田原城が見えてきました。小田原出発はやっぱり小田原城が見えるのがモチベーション上がりますね。箱根登山鉄道の橋桁が見えてきました。まあこの辺りはこういう橋脚を見るような余裕がありましたね。しばらく歩いていくと小田急ロマンスカーに出会うことができました。箱根湯本に到着しました。箱根湯本って標高75メートルだったんですね。もうちょっと標高が高いところにあるのかと思っていました。かなり暑いので水分補給のためにコンビニに寄っていきます。だんだん坂道がきつくなってきました。でもこのぐらいの坂道は序の口だったんですね。木が生えてきたところに差し掛かったんで歩きやすくはなってきましたが、坂道がだいぶきつくなってきました。道路沿いの歩道から離れて旧東海道の石畳の方に向かって進んでいきます。これだけ階段が続くともうちょっとグリップ性のいいあれですね、登山ハイキング用の靴にしとけばとちょっと悔やまれるところです。同時に3人以上乗ってはいけないという吊り橋に出会いました。こういうのがあると楽しいですよね。ところどころ車道をまたいでは旧東海道の方に入っていきます。ただ旧東海道はあれですね、石畳の階段とかが多くてちょっと辛いっていう感じだったんですけれども、最初のうちは気合い入れて登っていきましたが、なかなか厳しいですね。登っては下ってっていう形で進んでいくんですけれども、下り坂がちょっとあれですね、グリップ力がない靴を履いてたのでちょっと厳しい状態でした。ちょっと滑りそうになっちゃうんですよね。上りを歩いていると倒れてる人がいたのでちょっとびっくりしてしまいました。足をつったということでしたのでちょっと押してあげることにしました。ちょっと楽になりました。足がつるって大変ですよね。水分とマグネシウムをつけると結構緩和されるってことなので、マグネシウムスプレーをつけて今回も参加しているような感じです。ちょっと休憩できそうなカフェがあったんですけれども、さすがに暑いのとふと時間が結構経ってるってことに気づいたので休まずに進んでいくことにしました。石畳を進んでいくと道路をまたぐ橋がありました。ただ道路のまたぐ橋の上にも石畳を作る必要はないような気がするんですけれども、進んでいきます。結構石畳が足を取られるんですよね。そこがちょっと辛かったかなと思っています。だんだん道路がくねくねと曲がるゾーンにやってきました。歩道っていうか歩く人用の道はくねくね曲がってないんですけれども、階段がありますよね。ちょっと階段がもうきつくなってきた感じです。
ただこれ先が長いんですよね。ちょっと心配になってきます。すごいいい天気ですよね。歩きながらちょっと見てみると、もう空の青さと緑の山ですね。それがすごい気持ちよく感じます。ただこの坂道きついですよね。ちょっと超ゆっくり登っています。またくねくね道をショートカットする階段に差し掛かりました。ちょっと階段を見ることすら嫌な気分になりながら進んでいます。途中休憩できるベンチがありました。すかさずもう休憩する気満々になって急いで進んでいます。約10分ほど休憩して進んでいきます。相変わらず石畳のところが歩きづらいですよね。暑さの中、ふと見てみるとかき氷の旗が立っていました。もうすかさず迷うことなく休憩しに行ってしまいました。ちょっとカバンを下ろしてかき氷を買いに行ってしまいました。風鈴の音と氷の柱が静けさを醸し出してくれています。さてかき氷を食べ終わったので出発します。ここでもまた12分ぐらい休憩してしまいました。箱根旧街道という看板があって、元箱根まであと40分と記載がありました。時間的にもう結構厳しい状況になっているのを今感じて歩いています。石畳の坂はきついですね。なかなか速度を上げれません。続きますね、上りが。もうヘトヘトになり始めています。せっかくかき氷を食べたんですけれども、もう効果が薄れてきているような状況になっています。下りに差し掛かりました。下りが得意なんで、もうスピードを上げていこうと思います。ただちょっと残念なことにこの靴登山用っていうかハイキング用じゃないので、ちょっとグリップ力がなくて下りをいつも以上の加速に持っていくことができないような状況になっています。いい天気ですよね。結構急斜面になって進んでいくような感じになっています。箱根旧街道の看板がありました。ちょっとじっくり見てる暇がないのでどんどん進んでいきます。箱根の町に到着しました。急いでエイドポイント1に向かっています。なかなかエイドポイントに着きません。10分で着けるかどうか心配になってきています。芦ノ湖のほとりに着きました。でもないですね、なかなかチェックポイントが。よくよく見てみるとエイド1ステーションは箱根関所を越えたところにあるみたいです。エイドステーション1に到着しました。ちょっと13時を超えていますね。なので関門時刻に到着できなかったのでリタイアになってしまいました。芦ノ湖を一周すると時間が足りなくなるということなので13時に足切りだったということだったんですが、三島のゴールまでを歩くのは全然問題ないということでしたんで、そのまま歩いていくことにしました。すごい天気が良くて歩きがいがあったので、結構登ってしまうと全然疲れてなかったからちょっと残念な気がします。あれですね、途中の休憩所で10分休憩して、さらにかき氷食べるのに10分休憩しちゃったので、11分で足切りになるんだったらもうちょっと頑張れば到着したかなと思いました。ではちょっと三島の方に行ってみましょう。なんだかんだあと下りだけかなと思っていたら結構登りますね。ちょっとまたさっきのエイドステーション1に着くまでの苦しさを思い出したような形で進んでいきます。山の上の雲が大きいですよね。夏空を感じますね。三島方面に向かうところの最高地点に来ました。ここからはもう下りだけですね。頑張っていきましょう。下りが続いていくのでガンガンとスピードを出して降りていきます。道路脇から旧東海道に
入っていきます。最初のうちは石畳ではなかったんですけれども、だんだん石畳になっていくような感じです。入り口のところに兜石ですかね、ちょっと記念碑があったんで横目に見ながら進んでいきます。ちょっと道が茂みの中になってきました。なかなかあんまりここは通る人もいないんですかね。山中城跡の売店がありました。ちょっと休憩して行くことにしました。暑い中、久々に自動販売機を見たんで、すっかり飲み物を買って休憩をしています。またまた石畳の下りが続きます。ちょっと石なんでスピードが上げられないのは相変わらずです。石畳を抜けて車道に出るところでふと見てみるとスカイウォークが見えました。三島の方行くところでスカイウォークが見れるかなとは思ってたんですけども、ここの場所で見れるとは思ってもいませんでした。ぜひ今度スカイウォークも歩いてみたいと思います。ところどころ箱根の綺麗な景色を見ることができます。徹底して石畳で揃えてるみたいですね。ちょっと足が持ってかれないように注意しながら進んでいきます。三島の街中に入ってきました。三島の街中を歩いたことがなかったんで、とても新鮮な気分で歩いています。今回はリタイアしたんですけれども、洋服を預けているので、その洋服を取りにゴール地点に行く必要がありますと。で、今回は芦ノ湖を一周ぐるっと回るっていうウォーキングだったんで、そこの部分をカットして三島の方に向かいました。やっとゴール地点に到着しました。もちろんかんぽショーはないんですけれども、着替えさせてもらって帰ることにしました。では振り返ってみましょう。今回は寄り道をして箱根越えウォーキングというような題名のウォーキングになっていました。約55キロのウォーキングということだったんで、ちょっと舐めていたっていうのは事実あると思うんですが、結果的にちょっと関門時間に間に合わなくてリタイアという形になってしまいました。寄り道をしてってところがあれですね、芦ノ湖をぐるっと回ってウォーキングする形になっていたんですけれども、今回はちょっと関門時間に間に合わなかったんで、芦ノ湖をぐるっと回るというところはちょっとカットしてですね、ゴールの方に向かいました。ゴールの方に荷物を預けてるので、そこを取りに行くのが目的だったんですけれども、せっかくなのでルートを歩いて取りに行きました。今回歩いてみてちょっと反省点としてはあれですね、日焼け防止のためのちょっと上着を着ていたとか、半ズボンにしないでそのまま長ズボンのまま歩いていたとか、ちょっと装備面をもうちょっと工夫しなきゃいけないっていうところと、あとはあれですね、時間管理ですね。その辺をもうちょっと工夫していかないと、ちょっと予想外の関門時間で足切りというところになってしまったのはちょっと残念でした。今度は装備を整えて、またちょっと違う形でチャレンジしたいとは思います。ではまたよろしくお願いいたします。いいね、チャンネル登録をしていただけると今後の動画撮影の励みになりますのでよろしくお願いいたします。